巻き網っつってさ、いつも定置とかハエ縄っていう漁港のマグロだったんだけど、今日巻き網っていう魚をちょっと切るよ。どうも、こっちだから。そうだね、それをほら今日持っていけば。じゃあこれから、綱吉秘密基地にやってまいりました。で今朝ほどですね、マグロをさばいてたやつの、通称ブロックって言います。ブロックマグロ、コロとも言います。ブロックで、背中から切り出したやつをこれからさばいて、要はお刺身まで持っていくような、作業に入りたいと思います。これをしっかり見てもらえれば、おそらくご家庭でも、このブロックコロで買ったとしても、柵取りっていうところまで持ってってそこで説明しますけど、柵取りでこういうふうに切れば、気軽に食べれるんだなっていうのを、見てもらいたいと思います。じゃあこれからまずは、柵取りという作業に入っていきます。これは何キロぐらいですか？これは2キロちょっとあります。はい、2キロちょっとあります。このコロの、はい、1コロ2キロぐらいあるんで、なかなか1コロご家庭で2キロのコロを食べるとなかなかないですけど、まずこれからいきますね。まずはまな板と顔と手はきれいにしますんで、しっかり、きれいな状態でいきます。まずこれから血合いを外す。血合いを外す。これをいきます。これはまず基本的に血合いは生で食べるってことないので、まずは血合いを外していきます。この包丁はですね、特別古町の某料理屋さんの親方からいただいた名刀でございます。まずこれを外します。これで血合いが外れました。血合いが外れました。これまず一回こっちに置こう。その次血合い外しました。そしたらその次ここが中トロの部分になります。このマグロのね。でこれが赤身の部分で天身を外していきます。天身、赤身の部分、赤身だけの部分です。はい。これ本当はねこういくんですけど、今日は撮影があるんでこのままいきますね。こっちからなるべくまっすぐ。これで赤身の部分、これ赤身、これだけもう赤身の部分、この赤身の部分いきます。赤身の部分です。これは後からまた切ります。その次柵取りっていくんで、よくスーパーとかお寿司屋さんで行くとこれぐらいの厚さで並んでるたりパックに入ってたりするんで、まず一回ねどういうのだと思って切っていきます。これ人たちで切ったの分かります？人たちって一回で切りつけた、これが大事なんですけど、包丁なのでノコギリじゃないんでギコギコやらない。絶対にやると身が割れちゃったりしてダメになるんです。こういう状態でスーパーとかお寿司屋さんのショーケースがよく並んでると思いますけど、これが
これが柵取りの柵っていう状態になります。これをまあ、例えばスーパーとか鮮魚センターさんとかで買っても、こういう切り付けていきます。これは部位はこれはもう中トロです、完全に。中トロの。はい。中トロの柵。料理だと、うんサシスセソあるでしょ。うんサシスセソ。砂糖料理は砂糖、塩、酢、セワ、精油、醤油、そう、味噌でしょ。この切り付けも大事で、ネタ切りのサシスセソってあって、サは、さっと引く。おお。さっと引く。さっと。速やかにやる。センスよく。その通り。その通りでしょ。その通り。これね、料理人の人もたちもそう思ってるけど、サシスセとですね、さっと。包丁のこの前面を使って、もう一刀でいきます。で、速やかに、センスよく。これでもう、咲く。これは、そうそう。で、マグロ、空気に触れることによって、どんどん発色してくるんで、綺麗な色になっています。これは、巻き網の鳥取のやつなんで、今まで撮影してもらったマグロよりもちょっと、まあ、鈍いというか、悪くはないんだけど、ちょっと鮮明さにちょっと欠けるんだけど、まあ、ただ、いいマグロなんで、これもちょっと見てください。で、さっき言ったように速やかに、さっとっていうことなんで、早くやるためには、いちいち一個ずつ取っていきません。プロは。このまま。そうするともう一気に、柵取りが、はい、できちゃって、早く、スピーディーにお客様に提供できるというような感じになります。これが本当のプロの技ですね。これがプロの技です。これがプロの技です。はい。じゃあ次の工程は、今度は赤身。さっき言った天身っていう部分ですね。天身の部分の柵を取っていきます。天身の部分の柵。顔とまな板、きれいにしてありますので。もう一回いきますね。顔とまな板きれいなんで。はい。ここから次。赤身の部分、もう一回。これ筋ないとこの赤身なんで。はい。で、これをもう一回。綱吉はマグロ食べるんでしょ？綱吉は、食べるというよりも確認という意味で、やはり、自分のその目利きとか、お客様に買っていただくんで、このお客様にこういうマグロ大丈夫かなという意味で、やっぱり確認で、普段からちょこちょこ、食べたりはしてます。その次、中トロ柵なんで、これからいよいよもう柵ができたんで、これからどんどん刺身に今度持っていきます。なのでちょっと、いい皿をご用意したんで、ちょっと、あくまでも、先ほど言ったように僕料理人じゃないんで、お刺身として、切るだけなんで、綺麗だとか汚いとかは、もうちょっと許してください。まず、この赤身の尺でいきます。ご家庭で手巻き寿司とかするときは、まあ、細く切っていけば、鉄火芯とかになったりしますけど、まあ、これは今日お刺身なんで、そのまま、この尺を生かすか、どうですかね。僕、下手くそなんで、まあ、このままいきますわ。このまま。このまま。このまま。綱吉は綱吉は何ですか？マグロの好きな部位とかあるの？僕はですね、意外に、こういう綺麗な尺じゃなくて、こういった力肉。ちょっと筋っぽいんですけど、油もしっかり乗ってて、美味しいんで、こういうところが結構僕は好きですね。ちょっと厚めに切ってます。で、飾り付けもちょっと、どういう風にすればいいかわかんないけど、このまま。いやー、豪快。そう、さっき言ったサシスセソのセンスよくだけど、俺これちょっとセンスなくて。でもマグロの品質抜群ですから。ね。はい。で、これを今度、中トロの部分。境港。これは鳥取の境港です。
お家では、うん包丁はお家ではたまに料理しますよ。もちろん、お魚買って帰ったりする時もあるんで、それは、刺身作ったりっていうのはあります。やっぱりご家族の方もみんなマグロ好きですか？好きだと思います。子供たちもいっぱい食べてくれるんで。いいね。やっぱりね、美味しいものをこれ切るかな。ちょっとあんまりこれセンスないんですよね。はい、一応今日の境港の巻き網の天然本マグロを使ったお刺身がここまでできましたんで、ひとまずこれを後から、食べてどんな感じか感想も含めて、皆さんにお伝えしたいと思います。今度今朝またばらした脳天とほほ肉です。あ、これ違うな。これ脳天だったな。わかったな。それだ。どうりでなんか違うなと思って。そういうこともあります。美味しいからほっぺが落ちたの。そういうことですね。ほっぺたですね。そういうほっぺたです。まずですね、じゃあ、何回も言いますけど、顔とまな板、きれいにしますんで。はい。いつも綺麗にしてるね。はい、あり本がとうございます。顔とまな板だけは、きれいにしないとダメなんで。はい。では次、ほほ肉を取っていきます。これはさっきの、鳥取の鳥取の天然本マグロのほほ肉になりますんで、あんまり普段は流通してないと思います。市場だからこそ、鮮度がいいからこそ、できるやつなんで、よく冷凍でほほ肉とかは結構出てるんですけど、これはさっきほど言った鮮度がいいんで、あえて、歯ごたえを楽しむためにお刺身で、食べたいなっていうことでこう思ってますんで、まずはこれ48キロ級のマグロで、そうです。これくらいしか取れないんですね。そうです。なので非常に希少部位だし、まあいっぱい食べれるもんではないので、まあ運よく購入された方とか手に入った方は非常にラッキーだと思います。手のひらサイズぐらい。そうです。まずはじゃあ取ってきますね。これも一刀両断なんで、そのまますぐこれで終わり。これで終わりです。ほっぺ落ちると思います。こうやって分かりますかね。非常に繊維質なの。ね。これがまあ牛肉みたいになるんだけど、これはもう捨てますね。捨てます。もう一個。このままスーッと包丁を入れてもらえれば簡単に取れて、先ほど言った筋っぽくなってますけど、これを食べます。余談だけど、うん。綱吉がやっていたはい。解体ショーでは、うんこれ出したりするの？解体ショーでは、特別に食べてもらったりはしてました。ただ今コロナがあるんで、その場で振る舞って食べてもらうってことがいいかどうかはちょっとまだわからないですけど、まあ、解体ショーを頻繁にやらせてもらってた時は、食べてもらったり、刺身まで持ってって、このままお客様に買っていただいたりっていう、あとはプレゼントしてみたりっていうのはありましたね。じゃあこれこのまま、ちょっと見栄えいいやつ、これだけを。ちょっとさっき言ったように筋っぽいんで、ちょっと、刺身で食べてると歯ごたえあると思うんですけど、このまま、ちょっと薄く切っていくと、なんかお肉みたい。うん、本当にそうなんですけど、味はね、どうしてさっぱりとして歯ごたえがよく品質で勝負だ。品質で勝負。あんまり筋とか通ってないから、これこのまま。本当はね、筋とか焼いたりすると、マグロの筋って火を通すと全然、気にならなくなるんですけど、まあこうやってお刺身で食べるときは、
なるべく薄く切って筋を気にならないようにしていくといいかなと思います。これでほほ肉は終わりです。すごい。乾杯。やっぱりお刺身のまず赤身からいってもらえば、だからあえて赤身って中トロじゃなくてほほ肉いってから次中トロでお願いします。確かに。でも仕事ですんで毎回 100%、120% 目指していろんなマグロといろんなお客様に対応させてもらってます。